Produced by Camus. メルと言います。30年前、元走り屋 FD サイエンスに乗る峠小僧でした。現在はレーシングシミュレーターアセットコルサを使って30年前当時私自身が乗っていた FD サイエンスを再現した車に乗り、日々夜な夜なシミュレーターで峠を走っております。まず皆様に告知です。 ML チャンネルでは CAMUS 公式サイトでシミュレーター製品が常時 5% オフで買えるクーポンコードを発行しております。これからシミュレーター製品をお考えの方はぜひチャンネル登録と通知と高評価もよろしくお願いいたします。はい、本日はこれまで ML ウェブサイトで公開していた、ハンドルコントローラー設定、CAMUS、モザ、シマジックとご紹介してまいりましたが、本当にですね、たくさんの視聴者様からこの設定で実写だと実感しましたといった共感いただくコメントを頂戴することが多かったのですが、これはですね、私のセッティングというのは基本エフェクト機能をあまり使わないようにしているんですね。で、やっぱりエフェクトを使うということは実写ではなくてゲームっぽい挙動というのが私苦手でございまして、よろしければ ML ウェブサイトで公開していますので、ぜひ一度私が公開している設定もお試しください。で、今回なのですが、そのハンドルコントローラーの設定をさらに実写の挙動に近づけるアプリというのがあったんですよ。今回ご紹介するセッティングで試してみたところ、本当に実写のようなセッティング挙動、ステアリング挙動をですね、実現することができました。どういうことかというと、ハンドルコントローラー各社を比較してみるとですね、実はそれぞれ若干ですけど、癖というのがあったりするんですよ。で、モザ、CAMUS、シマジックで、それらの癖というのを分析して矯正してくれるというアプリのご紹介となります。この矯正アプリを使ってですね、一体どのように走りが変わるのかといった走行レビューもこの動画の後半にお届けしますので、ぜひ最後までお付き合いください。 MLFD すべてのハンドルコントローラーをより実写挙動にするアプリのやり方解説。皆様こんにちは。本日の動画では先日リリースされた MLFD をさらに実写挙動にさせるための2つのアプリ、ホイールチェックとルックアップテーブルジェネレーターの使い方の解説をしてまいりたいと思います。今回の動画でご紹介するアプリはMLFD のカーモジュールだけでなく、どの車種にも有効となりますし、またダイレクトドライブにかかわらず、どのハンドルコントローラーにもお使いいただけるアプリでもあります。とても簡単な作業でお楽しみいただけますので、どうぞ最後までお付き合いください。まず今回ご紹介する動画は ML チャンネルの視聴者様でもあるスイーツポンチーズさんからの情報提供により動画を制作させていただきました。誠にありがとうございます。それではまずはじめにこの動画の説明欄から2つのアプリをダウンロードいただきインストールしましょう。これからインストールしたアプリを開いて作業を行いますが、この段階ではコンテンツマネージャーは閉じておいてください。そしてまずは先ほどインストールしたホイールチェックアプリを開きます。アプリが起動したら画面中央にあるマックスカウントの数値が50となっているので、まずはこちらを100と入力し直してください。そして次に画面の上部2段目にあるスプリングフォースという項目をステップログの2を選択します。するとあなたのハンドルコントローラーが自動的に動き始めたと思いますが、これはアプリがあなたのハンドルコントローラーを特性を解析している最中ですので、ステアリングには触らず
このまま解析が完了するまで3分ほど待ちましょう。ステアリングの動きが収まりましたら、先ほどインストールしたもう一つのアプリ、ルックアップテーブルジェネレーターを開きましょう。ダイアログが開きますので、そのままこのボタンをクリックをします。すると Windows ドキュメントが開きますので、このドキュメントフォルダ内の中で一番最新に保存された CSV データを選択して開きます。さらにこのドキュメントフォルダ内のアセットコルサの CFG フォルダの画面が開きます。ここで任意の名称でルックアップテーブルのデータを保存します。今回は私の例としてはハンドルコントローラーメーカーの名前で保存しておきたいと思います。すると比較したグラフのダイアログが開きますが、画面右下のクイットのボタンを押して閉じておきましょう。そしてお次はコンテンツマネージャーを開きます。コンテンツマネージャーのメニュー設定からコントロール内のフォースフィードバック画面を開きます。画面が開きましたら、この項目の中でフォースフィードバックポストプロセッシングを有効という項目にチェックを入れます。そしてモードという項目の右端をクリックし、プルダウン選択でラットを選択します。ラットを選択しますと、下の段にラットの項目が表示されますので、右にあるボタンラットをインポートをクリックします。すると先ほど保存したルックアップテーブルのデータが保存された CFG フォルダー画面が開きますので、先ほど保存したルックアップテーブルのデータを選択し、開くを押しましょう。そして画面はコンテンツマネージャーに移り、グラフが表示されれば保存したルックアップテーブルのデータが反映されたことを表します。ここで注意なのですが、このグラフが表示されず反映していない方は、ルックアップテーブルのデータの保存先がアセットコルサがインストールされているフォルダーの CFG フォルダーではないという点です。あくまでもルックアップテーブルのデータの保存先は、先ほど案内した通り Windows ドキュメントフォルダ内にある CFG フォルダーという点を今一度振り返り、保存先を確認してみてください。ではこのまま最後の仕上げの作業に入ってまいります。先ほど保存したルックアップテーブルのデータが保存された Windows ドキュメントフォルダ内の CFG フォルダを開いてください。この中でファイル名が FF ポストプロセス2というファイルをダブルクリックしてテキスト編集画面で開きましょう。このINIデータの数値と名前を画面を参考に編集を行ってください。まずタイプはラットに書き換え、イネイブルドは1にし、バリューも1にして、最後にカーブの名前は先ほど保存したルックアップテーブルのデータのファイル名に変更して保存して画面を閉じてください。これで作業は完了となりますので、最後にコンテンツマネージャーの画面右下にあるプリセット保存のボタンを押して今回の設定を保存しておきましょう。冒頭でもお伝えしました通り、今回ご紹介したアプリや設定はどのカーモジュールにも活かせますし、どのハンドルコントローラーでも活用できると思います。今回の設定が皆様のシミュレーターライフの一助になれば幸いです。ぜひ MLFD や ML86 での走りでもさらなる実車の挙動と走りをお楽しみください。はい、本日はこちらです。CAMAS 激安ダイレクトドライブハンドルコントローラーの C5 ですね。私先ほどのセッティングを、この C5 で、最適化させたところです。でこれでですね走行レビューをしてまいりたいと思いますが、ちなみにこちら
キャマスの公式サイトを見てみると、なんと、36,000円。めちゃくちゃお値打ちなダイレクトドライブですね。で、ちなみにですね、ペダルの方は、LC100 ペダルスというのを使っております。で、こちらの全ペダルは、全て動力であったり、ストローク量であったり、調整ができるペダルなんですね。で、しかも、ブレーキペダルには、ロードセルセンサーが採用されていて、本当に細かいタッチ、を、実現してくれるブレーキペダルなんですよね。こちらの LC100 のペダルの方もなんと36,000円台、めちゃくちゃ安いキャマス公式ウェブサイトの方で皆様ご覧いただければと思います。はい、それでは早速ですね、最適化させた、キャマスの C5 ダイレクトドライブのですね、一体どのような挙動が変わってそれが走りに影響するのかっていうのを、この池椿ライン2人でですね、私ちょっと試してみたいと思いますが、あれ今ですね、ちょっと走った感じで、思うのが、なんと癖がなくなってるぞ。癖がなくなってるから、このコーナーで分かります？このステアリングで戦う、これ当たり前なんですけど、実車だったら当たり前のことなんですけど、アセコルでこれまで叶わなかったんですよね。いや、嬉しいな。要は各メーカー、これはですね、どのメーカーも同じなんですけど、やっぱりステアリングのセンター付近の挙動ですね。ステアリングのセンター付近の挙動がですね、例えばシマジックの場合であれば、ステアリングのセンター付近でなんか空白部分というかですね、あるんですよ。ちょっとタイムラグ的なものをですね、にめってしたっていうかですね。で、キャマスの場合であれば、ちょっと引っかかりを感じるような、ものがあったりしてたんですけど、本当にわずかですよ。これはもう私、モザとキャマスとシマジックと握っているから、ちょっとその癖が分かるだけなんですけど、例えばこういったところでもこのコーナーで、ドリフトじゃなくて、このステアリングと戦いながらコーナーを抜けていく、この忙しさってやっぱりアセコルではなかったんですよね。でも今分かりました。これはあくまでもそのシムの環境によって、そのハンドルコントローラーの癖とがあるからこそ、こういったことができなかったんだなっていうことをちょっと実感しております。いや、その癖を取ってあげるだけで、なんだ、実車っぽく走れるじゃないかと、ちょっと今少し感動しておりますが、いや、すごいなこれこの忙しさですよ。やっぱりグリップって暇じゃないんですよね。これが、この忙しさ、ステアリングと戦う、これがアセコルにはなかったんですよね。いや、すごいぞこれは。これでしょこれが私求めてたものです。いや、すげえ楽しい。おっとちょっと喜びすぎたの危ないすごいな失礼いたしました。こういったところですよ楽しいです。これですね、皆さんダイレクトドライブに限らず、ベルトドライブとかギアドライブの方もお試しいただけますので、ぜひですね、これはお試しされた方が、ちょっとコーナーが膨らんだ。お試しいただいた方がいいですね。
こんな攻め方もできちゃう。すげえ。これは楽しいです。なんとちょっと走りをですね楽しみすぎてしまったんですけど、こんなに私ミスっておりましたが、4分8秒736です。10秒切りました。皆さんぜひこれをですね、この設定お試しください。はい、それではですね、いつものこの恒例のですね、このリプレイ映像を見ながらの、私のフリートークのお時間となりましたが、私自身が今回の走りはちょっと見てみたいなと思いましたね。でしかもなんとこのタイムアタックの、映像もですね一応今回載せておきました。いや4分10秒切れたの嬉しいな。でも今のコーナーのいいな入り方。ここのブレーキ引きずるところはちょっと出口でブレーキ失敗しちゃったな、失速させちゃったな。でもこの辺りはですね、一旦このステアリングの挙動を確かめながら走っておりましたので、いやでもこのステアリングをそのコーナリング中に修正ができるっていうのは、これはやっぱりアセットコルサではこれまでその体感することができなかったんですよね。ですのでこのステアリングと戦える感覚、これは私にとってはすごく大きな収穫になりました。いやいいですね、今回の設定は。いやスイートポンチーンさん、本当にありがとうございます。こんな素敵な情報をですね、しかもこのアプリなんと10年前のアプリなんですね。皆さんご存知でしたか？私もアセットコルサやってもう3年目か。全くそのなんていうんですかね、アプリとか探求心がなかったので、ここの入り方いや素敵すぎますね。自画自賛ですけどここもそのお釣りをもらいながらスナップオーバーを出しながらでも修正ができる、これやっぱりこれが実写なんですよね。いやこれ現役で今サーキット走られてる方とか、ぜひお試しいただいた方がいいですよ。もうされてるのかな皆さん。私だけ知らないの？いや私自身すごく感動で、いいですね。この今のコーナーの入り方、クイクイって曲がる感じ。ここミスってるな。なんかカメラのアングルがどうですか、このグイグイって入る感じ。これ86だったらよくある話なんですけど、峠でですね、そのもうダンと入ってギャッとこの山の、もう影に隠れる、一瞬で消えるっていう、イニシャル D でもそういうシーンありましたよね。後ろでケンジとか池谷先輩が後ろから、匠を追っかけていく時、あれナイトキッズの中里戦の時じゃないですかね。匠がふっと消えるっていう、それって実際峠でも本当速い峠族はそういうシーンができるんですよね。いやこのステアリングの挙動であれば86で再現できそうな気がしてきたぞ。いや楽しすぎます。ぜひ皆さんですね、今回のアプリ2つ試していただきたいと思います。それではですね、本日は以上となりますが、ここまでご覧いただいた方はぜひチャンネル登録と通知と高評価もですね、よろしくお願いいたします。では本日もご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。